はい、皆さんこんにちは。野口ファームのチャンネル登録者数1000人到達いたしました。本当に、皆さんありがとうございます。去年の今頃だったと思うんですけど、ちょうどね、いつも動画作成してくれているネイチクリエイターと一緒に、YouTube も頑張っていこうと、覚悟を決めてね、やり始めたんですけれども、まあ、ここまで結構長かったですね。長かったですね。はい。もう、でも、やはりこうやってね、少しずつ少しずつ積み上げていったことによって、たくさんの方に、僕たちの農業っていうのをね、知ってもらったりしたんじゃないかなと思いまして、すごく嬉しく思っております。そしてこれからはですね、またこうやって見てくださった方が、農業ってこんなんとかね、なんか新しい発見とか、気づきとか、そういったことをこれからもどんどん発信していければと思いますので、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、今日は、うん、どんなお話をしていただけるんでしょうか。今日はですね、農業を始めた時に知らなくてよかったこと5選ということで、はい、お話できればと思います。知らない方が良かったこと。そうですね、これ知らない方が良かったなっていうこと、実はですね、たくさんあってですね、はい。はい、その中からもうパパパッと自分の中で思いついた5選、今日はね、お話できればと思います。早速、1つ目。種まきから収穫までめっちゃ時間がかかると。これね、僕も、農業初心者ね、当たり前ですけど、誰もが農業を始める時って初心者なんですけど、言うて野菜に時間がかかることぐらい分かってますよと。はい。ね。種まいて明日にはこうなってるとは思ってないんですが、思ったより時間かかるなと。で、なんでかっていうとね、小学校の時に少し鉢植えでミニトマトを育てたりとか、なんかそういうイメージみたいなのはあると思うんですけど、はい。それって種まきして大きくなって収穫迎えるじゃないですか。はい。農家ってね、そうじゃないんですよ。なぜかっていうと、種まいたり植えたりする前に、やっぱ土作りとか、そういう準備っていうのがあって、で、土作りして準備して、種まいて、大きくなって収穫するじゃないですかね。はい。で、それを出荷して、で、お客さんが買ってくれて、最後に、お支払いいただけるというか、入金してもらえるんですけど、はい。長い。で、何にびっくりしたかっていうと、はい。僕最初1年目レタス植えたんですよね。はい。で、レタス植えて、最初、こう、双葉が出てきた時にね、めっちゃ可愛いなと。こんなちっちゃいのからこういうレタスになるんやって思ってたんですけど、え僕の師匠である親戚のおじさんに聞いたらね、これいつ大きくなるの、いつこの玉になるのって。はい。僕の中では1ヶ月ぐらいかなと思ってたんですけど、いやいやいや、もう2ヶ月半か3ヶ月はかかるよと。しかもそれがまだ気温が高い時期だったから、はい。冬場はもっとかかるよみたいな。そこで僕びっくりした。あ、気温が高いと気温が低いで育つ期間が違うっていうか、それもびっくりしたし、で、玉ねぎも育てたんですよ、1年目。はい。で、その時に、玉ねぎ種まいたの9月やったんですよ。はい。9月に種まいて、で、これはいつできるんだと。レタスのようにね、もしかして2ヶ月、3ヶ月できるのかと思いきや、次の年の6月ですよと。なぬっていう感じですよね。いや、まさかそんなかかると思ってなくて、はい。淡路島は玉ねぎってよく言われてますけど、玉ねぎ農家さんはこんなにも時間かけてやってたんやっていうのをね、農業を始めてリアルに初めて気づくということで、これ最初に知ってたらね、その間もっとお金必要やんとか、生活していかないといけないとか、いろんなことがあってね、これをリアルにざっくりしか情報を得てなかったから農業スタートできたんちゃうかなと思ったりもするんですね。はい。なので、思ったよりその準備出荷、そして入金されるまでっていうのがめちゃくちゃ時間かかるよと、これは知らない方が良かったなと思いました。知ってたらちょっと踏みとどまってたかもしれない。そう、知ってたら
ちょっと不安になってあもっとこう貯金必要なんじゃないとか、はいはい生活していく大丈夫かなとかね、ーいろいろ考えちゃった可能性があるんじゃないかなと思ってます。なるほど。はい。そして2つ目いきましょうか。2つ目はね、台風の影響がすごすぎると。皆さん日々ね過ごしてたら夏場台風来るよとか秋になったら台風来るよとかもう知ってると思うんですよ。僕も知ってましたよそら、はい、もう淡路島でずっと過ごしてたんで、もう台風の時期だなと思ってたんですけど、農業している時の台風と農業してない時の台風ってこんなにも違うのかと。あのどっちかといえば台風来るってワクワク感あったんですよ、農業する前。はいはい、なんかすごい雨が降ってとか、それこそ小さい頃は小学校が休みになったりとか中学校休みになったりとか、なんか台風のおかげで我々、はい、なんかビデオ見放題とかね、宿題もないしお菓子も食べ放題、もう日中になんていいんだって思ってたけど、農業を始めて僕1年目、これも忘れもしないんですけど、初めて植えたレタスもう台風で流されたんですよ、雨がすごすぎて。で僕が植えたレタスがね、大雨が降ったんですけど、だんだんこう見えなくなる。ちょっと待ってくれよと。あんなにも頑張って苗を育てて一生懸命植えて、で植えて2日目か3日目かね、まだちっちゃいんですよね。だんだん見えなくなっていく。で、僕その時にね、やばいと、こんな世界に飛び込んだんやっていうことに気づいて、師匠である親戚のおじさんに言ったんですよ。僕が植えたレタスが今もう見えないと、もう海のようですと、言ったらおじさん一言、これ別に特別なことじゃないからみたいな、これ普通に起こることやから、農業ってそんなもんやでって言われて、もうその温度差にびっくりして僕はもう死ぬんちゃうかって思うような感じでおじさんに電話したら、いやいやそんなん年に何回かあるでみたいな、これが農業かと、一筋縄ではいかんなっていうことで、こんなにも理不尽に自分の野菜がダメになるっていうことを知らない方が農業に飛び込みやすかったということでなるほど。はい。では続きまして3つ目、肥料が重いと。肥料が重い。重い。ウェイトの話ですね。物理的に。物理的に重い。農業を始める前に当たり前ですけど、野菜を育てるには肥料が必要ってなんとなく自分の中にありますよね。栄養必要じゃんっていうね、あって、で肥料っていうものがどんな形をしていてどんなものかとかっていうのをそうやってみてから初めて知るんですよ。肥料を買いに行ったらこんなボンって袋渡されたと。でこれ20キロなんですよ、この大体肥料の袋ってね。で教えてもらったらね、これをいろんな種類をね20キロのやつを20個ここ一帯に巻きましょうねって、均等に巻きましょうねって言われるんですけど、僕も高校まで野球してたんでね、体力はあるだろうと思ってたんですけど、もう夏場のめっちゃ暑い時期にこう土作りするわけですけど、それを背負ってこう歩きながらこう振っていくと、もちろん大きな農家さんはそう肥料を振る機械っていうのがあるんですよ。でも1年目なんてそんなないからね、こうなんか背負ってこうやってする道具があって、もうそれにびっくりして、で隣の田んぼではね、もうおじいちゃんとかおばあちゃんとかもうそんな70歳ぐらいの方がもうなんかもうフンフンフンっていう感じでやってるんですよ。僕はもうこれはもう死ぬってやりながらやってたのに、だからこんな大変なことをね、農家さんってやってるんやなっていうのを、その肥料を背負ってやった時に、もう吐きそうになってしんどすぎて、だからこんな大変な作業が待ってるんやと。まだ植えてないんですよ。そうですよね。植える前の話なんで、これは覚悟していかなあかんなと。でももう僕農家になってるんで、せなしゃないですけど、これなる前にそういうのを体験でもしやったりしたら、ちょっとこれきついっすねみたいな、ちょっともうちょっと対価もらわないときついっすねみたいな、なんかそんな風になったかもしれないということで、これ知らずに飛び込んでよかったなと。その背負ってうん、っていうのは慣れてきたもんですか、それは。
それ人間ってねすごいんですよ。はいこれやっぱ最初めっちゃしんどくて、うんもうこんな農家なんてこんな仕事これ割に合わんわとか思うぐらいしんどいんですけど、やってるとなんかすごい楽になってきて、うん体の使い方とか覚えるんかあな。まあなのでベテランの農家さんはやっぱちゃんと自分が楽な方法を知ってるんでしょうね。なるほど。僕も1年経ってようやくもう当たり前のように、うん作業ができるようになったって感じですね。なるほどそしたら4つ目いきましょう。はい4つ目。まあこれは当たり前のことなんですけど、休日がないもしくは休日が定まらないということで、まあこれね、まあ僕農業を始める時、まあ覚悟はしてましたよ。はいやっぱり生き物を扱うんで、まあそんなね、まあサラリーマンみたいに、まあサラリーマンが悪いっていう意味じゃないですよ。決まった休日がないっていう意味で、はいまあ土曜日曜もやっぱ仕事しなあかんし、まあ水曜とかに休みなんのかなと思ってたんですけど、はい今日ですね、実は1年目のノートを見返してたら、そうもうずっと休んでないんですなんですずっと休んでない。何書いてるかって言ったら、水やり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 。あこれね、当たり前ですけど、はい水やらないと暑い時期枯れるんですよ。はいなので種まいたら終わりじゃなくて、種まいてからが毎日のルーティンが始まると。ということで、僕一人でやるからには誰かが水やらないといけないんです。そうですねなのでまあ水やりだけじゃないんですけど、やっぱり野菜っていうのは毎日毎日こう顔が変わるというか、はいまあなのでとにかく休みが決まってないし、休みが取りづらいっていうことで、多分365日中のはい360日ぐらい多分働いた感覚なんですよ、はいはい僕にとってはね、はい1年目。なのでこんなにやっぱ休みってないもんやなとか、でやっぱり収穫しないと出発もしない、種まかないと収益も上がらないということで、とにかく自分が動き続けないといけないし、まあ、野菜に合わし続けないといけないっていうのが、まあやっぱりリアルにね、農業をやってみて、そんな生半可というか半端な気持ちだとこううまくいかないんだなっていうことをやっぱ改めて思ってね。なるほどまあなのでこんなに休みがないんやっていうのをもしちょっと農業が興味あるなっていう段階で知ってたら、はいいや子供もおるしなみたいな遊びにも行きたいしなみたいな思っちゃったかもしれないよということで、まあ先に農業やりたいやりたいで始めてしまってから気づいたということではまあ良かったかなと思ってます。わかりました。結構農業はやっぱ休みがないイメージ、僕もあるんですけど、はい例えばそうやって一人で農業を始めましたっていう方でも、こうやり方によっては休みをこう作るっていうのもできたりするんですかね。できると思います。はい物理的に種まかなかったらそんな何ヶ月後かに収穫に追われるとかはないんで、まあそういうところの調整ですよね。でもやっぱり1年目2年目3年目ってそこを調整してる場合ではないんですよ。出費の方が多いんで。まあなのでなんとかその種をまいて収穫して種をまいて収穫してで自分のスキルもそうだし、やっぱ必要な道具とかを買っていかないことにはこうなかなか前に進めないんで、スローライフで農業をしようと思うとやっぱなかなか厳しいと。まあ、なので1年目2年目3年目ぐらいは、合言葉は全力がちょうどいいと思います。やるんだぞと。そういうことですね。はい、まあそれぐらいの覚悟でやっちゃうと、まあその後スムーズにね、いけるんじゃないかなと思います。なるほど。わかりました。はい、では最後にもう5つ目いきましょう。まあこれは多分農家されている方、農業に携わったことがある方、もう全員がもう首がこうもげるぐらいうなずくと思うんですけど、全てが高い。まず機械ね。農家ってたくさんの機械を使うんですよ。もう水やるだけでも機械があったりとか、皆さんご存知、トラクターとかね、やっぱここ耕さないといけないんで、いちいちこう桑でなんてやってられないと。
まあそれがないと農業は始まらないんだけど、それをゲットするにすごいお金がかかる。でまあ道具もそうだし、作物が変わればそれに対応する何かっていうのがどんどん必要になってくるんですね。まあ、なので便利なものはたくさんあるんだけど、もうとにかく一つ一つが高い。でまあ修理するにしてもね、自分たちが思ってる額の0.1個多い額は請求書が届くみたいな、もう1年目ってそんな感じだったんですよ。もう請求書届くたびに額一緒ですよ、一緒やけどこれ見たくないもう全然見たくない。でもとにかくね、まあこれはもう1年目だろうが10年目だろうが、それこそ20年30年されたベテランの方だろうが、多分ほとんどの方思ってらっしゃると思うんですけど、農業するってこんなにもお金かかってるんだな。で、まあそれをケチることもできないしね、やっぱりいい野菜育てようと思ったら自分でしっかりとした投資もしていかないといけないんだけれども、こんなにもお金がかかると思っていたらね、農業をする前に全てをリアルに知ってれば、いやちょっと考えましょうかみたいななんかイメージがつきづらい方もいると思うんですけど、例えばなんかこれがこのぐらいしたとか。まあそうですね、まあちょっと今道具を持ってないんでね、分かりづらいんですけど、これね、まあこれコンテナ、これ僕のおじいちゃんが使ってたコンテナなんですけど、まあ大体1個これ600円ぐらいするんですよ。でもこれ10個買ったらもう6000円じゃないですか。でも10個じゃ追いつかないと。100個買ったら6万円とかね。ちょっとこの辺にちょっとトンネルがあるんですけど、その支柱一本一本が100円するんですよね。まあなので1000本買ったら1万本買ったらみたいな。でもそれがないと冬の間野菜が育たないとか、まあトラクターはじめ機械はもう100万円とか200万円とかでもう普通にやっぱかかってしまうんで、まあなのですんごい農業ってお金かかるなと。で規模が増えれば増えるほど道具がやっぱ必要になったりとか、あと倉庫が手狭になってくるとかね、人が増えたら休憩室が必要になってくるとか、まあ農業だけじゃないかもしれないけれども、やっぱり高いなと思いましたね。まあ特に道具とかもね、もう思ったよりめっちゃ高いっていうのはあるんですよね。まあ、機械はやっぱりもう目に見えて高いんですけど、一個一個の道具がこれ5000円ぐらいじゃないと思ったら2万とかね、これは1000円でしょうって7000円とかね、マジですかと、ね、肥料とかもそうだし、思ったよりその20キロの肥料がもう3000円とか4000円とか、それを10個ここに巻いたらじゃあもういくらなんとかね、まあ、そんな感じで、まあとにかく全てが高いなっていうのをね、そこまで、リアルに知らなくてよかったなって感じです。いや、まあ今日の5選、僕もいろいろ聞いて、農業ってやっぱ大変なんだなっていうところをひしひしと感じたんですけど、まあ、これを今日通してなんか改めてこう伝えたいこととかってありますか？そうですね、まあ知らなかった方が良かったことを5選を映像で皆さんに伝えんのかいっていうツッコミどころはたくさんあるんですけど、でもねこれがやっぱりリアルなんですよね。農業のリアルで農業やりたいなっていう方はこれをねやっぱりインプットした上で覚悟を持ってチャレンジしてほしいし、まあ農業にねそこまで興味ないっていう方でもね、やっぱり1個100円のレタスとか見たらちょっと疑問に思ってほしいんですよね。なんでこんな安くてスーパーに並んでるんだろうとか、そこにはスーパーの利益とか運送会社の利益とか載って、農家の原価も引いたら農家さんの手取りいくらなのとか、なんかそういうきっかけにねなっていただければ嬉しいかなと思ってます。確かに、いやもういろいろなんかもう知らないことを、まあ普通に農業全然関わってない人に知っていただけたらそうですね。はい。なるほど。じゃあありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。